んにちは。引っ越しで書道家の清水勝信です。今回から字形の整え方を解説していきます。1回目は隙間の均等となります。書籍、症状の書き方の78ページ、こちらの内容を元にしています。で、隙間の均等は大きく分けて3種類あります。横角の均等、縦角の均等、斜角の均等となります。こちらの本にも書いてあるんですけれども、隙間の均等というのは美文字に直結します。で、これを知っているだけで普段書く文字も劇的に上手くなる可能性もありますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは横角の均等から始めていきます。まず1つ目は横角の均等なんですけれども、横角の均等というのは3本以上の並び合った横角の隙間を均等にします。で、これは実際に書いちゃった方が早いので、まずは先に作例を書きます。はい、まず目ですけれども、こちら中の3つの空間を均等にします。1、2、3、4本ありますよね。そうすると3つ空間できるんですけれども、ここの隙間を均等にします。逆に考えてこれが均等じゃないとどうなるかっていうと、やっぱバランス悪くなりますよね。はい。あと、ついでに説明すると、目なんですけれども、この縦が下に出ます。ここ今直角みたいになってるんですけど、直角もしくは下に出ます。で、こちらは必ず下に出します。これ基本ルールですね。はい、O ですけれども、これ分かりやすいですね。3本あって、3本のこの隙間が均等になるということです。はい、そしてこの書なんですけれども、これ横角いっぱいありますよね。1、2、3、4、5、6、7、8本あります。で、8本の横角、細かく言うと少しぴったりにはならないんですけれども、ほぼほぼ一緒になると思ってください。そうするとバランスが取りやすくなります。ついでに言うと、ここのこの筆入れたところ、入筆の部分からの距離も同じだと思っちゃっていいです。こうすると分かりやすいかと思います。なので、いっぱい隙間ができますよね。で、それを計算して書かないと下に詰まっていっちゃうよということですよね。あともう一つ、書のポイントなんですけれども、筆順に、この縦角は上のパーツ、横角が全部書き終わってから縦です。で、火書いて終わり。もしくは、火まで書いちゃって最後に縦でも間違いではないです。これ結構間違えてる人多いんで気をつけてください。2つ目が縦角の均等なんですけれども、縦角の均等も先に作例を書きます。はい、次に縦角なんですけれども、こちらも同じように3本以上並び合った縦角の間の隙間は均等になります。皮はとても分かりやすいかなと思います。で、ついでに皮の描き方を説明すると、上揃うよりも少し段差つけるといいかと思います。どっちかというと一番左の方が少し下で、上同じぐらいとか、上下とかいろいろあるんですけれども、少しだけ書き出し位置を変えてあげるといいかなと思います。
市町村の市、これはこの金の部分ですよね。この幅の部分が、この中の隙間が均等になります。3本ですね。3本の縦角の隙間が均等になります。で、これもちょっと書き方説明すると、この鍋蓋っていうんですけど、鍋蓋の横角ね、これを主角と言って、主役の角として考えると、バランスが取りやすくなります。で、この幅、金の横幅をあんまり取りすぎない方がいいのかなと思いますので、お試しください。縦角3つ目、札ですね。これ本当に1、2、3、4本。もうこれ隙間均等になります。で、この字ね、僕も書いてと思うんだけど、最初に外側書いて内側2つ書くんで、均等にするとね、ちょっと難しいんですよ。3分の1ずつ取んなきゃいけなくて。なので、非常にちょっとね、その辺は注意してください。こういうふうにマスがついている場合は、センターのラインがありますよね。これ、罫線ここにありますよね。罫線を目印にして書くといいのかなと思います。ちなみにこの最後の横貫いてますよね。こういう貫く線ってのはだいたいね、筆順としては最後になりますので覚えておくといいかと思います。はい、これが、縦角の隙間は均等。3つ目、斜角の均等も先に作例を書きます。はい、3つ目が斜角の均等ということなんですけれども、まず1つ目、このいですね。なんですけれども、これ、ここですね。ここの隙間が均等です。ここ延長線上でもいいんだけど、ここが均等になると思ってください。どうしてもここで狭くしちゃうことがよく見受けられますので、均等になるように気をつけてください。はい、次、多いですね。これは、ここの隙間ですね。この隙間が均等になります。ここも均等と言いたいのですけど、ちょっと狭いですよね。あんまり狭すぎても良くないんだけれども、均等にしてはちょっと広すぎるので、一応、こことここということに思っていてください。で、ちなみに、このたの書き方なんですけども、これ活字をね、見るとね、活字ってこう書いてあるんですよ。多いって。要するに横並びに近いんですね。だけど実際はね、縦並びの方がいいです。縦の関係。そして縦の関係なんですけども、さらに言うと、この左払いの方向をちょっと変えてあげます。一番最初の左払いをできるだけ寝かせてあげる。で、一番最後の左払いを少し立ててあげるとバランスが取りやすくなります。それがた。はい、斜角の均等の3つ目がこの駅ですね。なんですけれども、これはここの斜角の均等ということになります。ついでに言うとここもですよね。こう横なんだけど、横も隙間均等ですよね。ちょっとね、乱暴な言い方をしてしまうと、美文字はまず隙間の均等にしとけばなんとかなると思っちゃってもいいです。ちょっとここの書き方なんですけど、この駅の場合、ここでつけた方がいいです。ぴったりつけた方がいいです。で、似たようなので、こういうのありますよね。豚。ここ似てますよね。この時は、ここね、離した方がいいんですよ。ちょっとテクニックだと思ってください。これね、ぴったりつけない方がかっこいいです。
はい。以上、字形の整え方の一つ目として、隙間の均等を説明してきました。隙間の均等はね、本当に大切です。さっきもちょっと言ったんですけれども、美文字を書く場合、隙間の均等さえできれば、なんとかなるぐらい重要です。それほどね、重要なので、ぜひ、お試しいただければなと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。